皆さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地のプレイ動画週8です。前回までのあらすじは、スタミナが10から18に増えました。ここらの恩恵やな。して、今回は何をするんや？本日は、春の月28日目です。ペットレースの日になるまで、ペットレースに参加します。ペットレースは、朝の10時から夜の7時までの間に広場へ行けば参加できます。ペットレースのイベントが終わると、強制的に夜7時に開放されることになります。なので、いつものルーティーンをやってから参加したいと思います。なるほど。時間の有効活用やな。ちなみに、ペットレースっていうぐらいやから競争するんやんな。そうですね。レースをする感じです。実は、ペットは飼っていなくてもレンタルすることができるようで、参加自体は可能です。ただし、親密度が高い方が有利になります。でも、ワンコロリンは飼い始めて間もないから好感度が低いで。そうなのです。よって、おそらく今回は勝てないのではないかと思っています。ペットレースに勝てば、トロフィーと賞金がもらえます。お金がもらえるのか。はい。なのでできれば勝ちたいですね。まあダメ元でチャレンジっちゅうわけやな。あと、前回のエッグフェスティバルと同様で、住民の人との会話が可能ですので、この機にコミュ力を強化しましょう。ゲオルクさんに話しかけたら参加できるようです。そんなキャラが確か白猫プロジェクトにいたな。それはゲオルブね。町の人全員に話しかけます。一堂に集まってくれるのは嬉しい限りやな。こういう時ではない時に全員に話しかけようとしたら日が暮れますからね。では早速参加してみましょう。音ゲーみたいな感じかな。これだけじゃよくわからなかった。当然、自分のペットでチャレンジします。うわ、仲良し度低いな。まだ日が浅いので、早速レース開始です。出てくるボタンを押したらいいみたいです。そんな難しくなさそうやな。これ仲良し度関係なく勝てるんちゃう？勝てそう。フラグな。一度もボタンを間違えなかったのに勝てませんでした。どうやら、ペットとの仲良し度は必要な要素のようです。まあそりゃそうやな。来年こそは勝ちましょう。それでも同賞で賞金もらえたやん。1000だけね。はい。ということで、春の月の最終日はこれで終わりです。一晩寝たら夏へ突入です。これで1シーズン終わりか。この動画18話目やけど結構かかったな。1年経つ頃には50話とかになっているのか？おそらく加速してますので、そこまではかからないと思いますよ。で、BGM も変わり、夏に突入しました。しょっぱなから全力で加速しているから BGM なんてわからんけどな。ひとまず夏になったので、作物を育てるための土壌をしっかり作りましょう。今後のためにアイテムボックスも大量生産します。絶対にあんなに使わんやろ。どうやら季節が変わると、地面の状態など、それなりに荒らされるようです。
いうことで、夏用の種を買いに来ました。何の種買うの？できるだけ連作する作物が、種まきの数が減るので楽なのですが、料理や他の用途とかで必要になるかもしれませんし、まんべんなく購入しておきましょうか。今は無理ですが、種メーカーなるものもありまして、それに作った作物を入れると、その作物の品質で種が出来上がります。ほうほう。お店で買う種は、どれも品質が最低なので、店に失礼な言い方やな。自分で種を作るようになりたいですね。それも農作を進めないといけません。よって、広い土地で大量生産をすることにします。それが、ダイヤモンドの月の金策っちゅうわけやな。ダイヤモンドも、鉱山に行って取れたら、出荷して、お金の足しにしますよ。ちなみに、種も、結構良い金額します。2万近くあったお金が、すっからかんになりました。季節が変わる前に、少しお金を残しておいて正解やな。前作をプレイした時の教訓です。ただし、スプリンクラーは、当初の予定の数を揃えることができませんでしたので、今から作りますけどね。あれも、鉄と金のインゴットが必要やから結構数揃えるの大変よな。メーカーの数が増えてきたので、大忙しです。2つ追加できました。まだ足りません。素材も足りなくなるので、採掘します。そろそろ、猫の手も借りたくなってきたな。ペットの猫を飼ったら手伝ってくれる仕様とかあったら、犬じゃなく猫飼ってましたね。現金やな。おや、あのシルエットは。このようなところに羊がいました。全然気がつきませんでした。これからプレイする人は、羊も忘れずに手なずけておきましょう。著作権上、この名前はやめておこうかな。あまりよろしくないやろうな。じゃあ、命名で。ほんまネーミングセンスが壊滅的やな。命名は可愛いでしょ。さて、夏の1日目も終わりますので、今日は、この辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価頼むけ。見てくれて、おおきにやで。